こんにちは、こだまです。今回飾るのはこちら BB 戦士117機構神エルガイアです。ちょうど元祖 SD のガンジェネシスが発表されたので、ガンジェネシス関連のものを作りたくなっちゃいましたね。このキットは1993年発売で、価格は880円。通常より少し大きい豪華なキットでした。このサイズの箱の BB 戦士は子供の頃ワクワクしましたね。チービー戦士のミステリーナイトネオガンダムとネオガンダムが乗り込む少し大きなサイズのエルガイアがセットになったキットです。エルガイアすごい好きでしたね。子供の頃にも作ったので懐かしいな。それでは開封。内容物はランナーが4枚、CB フレームとシール、説明書が付属します。額の角と胸のパーツは金メッキ。各部の宝玉にはクリアパーツが使われます。ランナーはカラフルですが、シールの量が結構ありますね。塗装が映えそうです。これはチービーフレーム。チービー戦士シリーズの共通骨格です。チービー戦士あったなーって、これも懐かしいですね。チービーフレームは全部で6種類あり、どうやらランダムで封入されているらしいです。このフレームには5の数字が入っています。説明書にはもちろんコミックワールドがあり、それからチービー戦士シリーズの組み替え例なども見ることができます。それとネオガンダム用のマントがあり、切り取って装備させることができます。それでは組み立てている間に機構神エルガイアの紹介を。エルガイアが登場するのはナイトガンダムシリーズの4作目 SD ガンダム外伝機構神伝説。機構神は月の王国セレネスで建造された騎兵で、全部で7体存在し、合体することで超機構神ガンジェネシスとなります。ただ残念ながら物語上では7体が合体する完全な状態のガンジェネシスを見ることはできません。ちなみにエルガイアとアルテイアにはネオガンダム、ルナガンダムが登場しますが、その他の5体は無人制御で動きます。まだスダドアカワールドに人類もモビルスーツも存在していない時代、大きな戦争により滅亡した月の王国セレネス。双子の王子ネオガンダムとルナガンダムはエルガイア・アルテイアに乗り月を脱出。スダドアカワールドへとたどり着いた2人は記憶を失い長い眠りにつきます。月日は流れ、ダバード王国の騎士バーサルナイトガンダム GP01 は森でネオガンダムを見つけて保護。ネオガンダムは記憶にかすかに残る6というキーワードに導かれ、他の機構神たちを集めていきます。ネオガンダムと同じように機構神を狙うデラーズ軍との戦い、そして兄のルナガンダムは、ネオとルナの兄弟の物語や迫力のある騎兵たちの戦い、そして合体。前作から続いて登場する騎士たちの活躍なんかも見どころですね。ネオガンダムのモチーフはネオガンダム2号機。機構神のモチーフは六神合体ゴッドマーズの六神ロボということで、エルガイアはガイアに当たるみたいです。エルガイアはキット化に恵まれていて、BB 戦士121ガンジェネシスのキットに可愛いチービー戦士サイズのエルガイアが付属していたり、元祖 SD シリーズでも立体化されていました。元祖 SD のエルガイアはネオガンダムがちゃんと乗り込んでいる感じがあってすごく好きでしたね。2017年には元祖 SD のエルガイアがリニューアルして魂ウェブ商店で受注販売されました。現代的な仕様のエルガイアもかっこいいですよね。まあ僕はまだ組んでないんですけど。そして2024年8月にはリニューアル版のエルガイアと他の機構神がセットになったガンジェネシススペリオルドラゴンエディションが同じく魂ウェブ商店で受注販売されています。今回のガンジェネシスは後日販売される予定のアルテイアとの合体が注目ポイントですね。組み立てたものがこちらです。まずはライトタイプのネオガンダム。可動は頭と腕、足が回転します。CB フレームの通りって感じですね。鎧を装備させます。小さくても鎧の脱着ギミックがあるのが嬉しいですね。
こちらはネオ専用グレートソード。体に対してかなり大きいです。手に持たせることができるほか、背中に装備させておくこともできます。SDV オリジナルの移動用メカ。裏にタイヤがついていて走行させることができるギミックがあります。同じようなメカがチービー戦士の殿様ガンダムとかにもあったのを覚えています。次はエルガイアー。ネオガンダムの体を使います。乗り込むというよりは着るという表現の方がしっくりきます。なんとなくフォールアウトのパワーアーマーみたいな感じの印象です。フレーム部分がネオガンダムと同じなので、同じように頭と腕、足が回転します。違うのはエルガイアは手を回転させることができるというところですね。エルガイアの武器、ロットフルーレ、そして盾、レイディフェンサー。どちらもサイズが大きく迫力があります。ロットフルーレとレイディフェンサーは合体させることもできます。このままではネオガンダムとエルガイアを並べることができませんが、別にフレームのパーツがあるのでそちらを使うとそれぞれを並べることができます。ただ残念ながらエルガイアの頭の角はなくなってしまいます。このフレームにはネオガンダムの腕や足、鎧をつけることもできるので、ネオをエルガイアに乗せている時もパーツがバラバラになることを防ぐことができます。丁寧な設計が素晴らしいです。さて、このネオガンダムとエルガイア、このままでも十分かっこいいんですけど、やっぱり色分けの足りないところや個人的に気になるところもあります。ここから工作をしたり塗装をしたりして、よりかっこいいネオガンダムとエルガイアになるように製作を進めていきます。それと、それぞれを並べつつ、エルガイアの頭部も稼働させたいので、うちにあるジャンクのエルガイアも同時に製作します。まずはエルガイアの腕。肘を張ったような状態で固定されているのが気になります。腕をまっすぐにできるように工作をしつつ、ついでに腕の付け根と肘に可動を追加することにしました。パーツのカットって後戻りができなくなるので怖いんですよね。塗装をするとなんとなくいい感じになるはずだと思ってはいるんですけど、関節はクロスシルエットの SD フレームがいい感じに使えそうだったので採用しました。クロスシルエットシリーズは CS フレームを使って作るので、SD フレームは結構余っているんですよね。フレームのパーツを組み込めるように工作をしていきます。負荷のかかりそうなところは真鍮線で補強。なるべく元のバランスを崩さないように意識しています。肩のパーツは稼働した時の干渉を避けるため空間を広くしました。それから肩にボールジョイントの受けを設置します。パーツのダボがちょうどよくフィットしました。プラ棒を使って肘のところで接続できるようにします。肘の丸いモールドがプラ棒とぴったりの大きさだったので、ここにピンバイスで穴を開けてプラ棒を設置しました。上腕になるフレームのパーツはプラ板で形を整えています。いい感じ。ハンドパーツ、クロスシルエットのものが大きさもちょうどよくかっこいいので置き換えることにします。ここにも SD フレームのハンドパーツの受けの部分を設置します。足のパーツはボールジョイント接続ですが、体に干渉して開くことができません。足を8の字にできるとかっこよくポーズが取れるので、
ここは CS フレームの足のパーツからボールジョイントの受けを置き換えて使います。ただこのままだとせっかく足を開くことができても、足裏の接地部分が斜めになってしまうので立つことができません。足首のところでカットして稼働できるようにします。このまま動かすとカットしたところで干渉してしまうので、脚部のパーツを少し薄くしました。良さそうですね。足首にはホビーベースのダブルボールジョイントを使います。かっこいいぞ。膝のところにある金色のディテール。キットにはモールドとかありません。シールを使うと再現できるのですが、使いたくないのでプラ板で簡単に作ってみました。ネオガンダムのグレートソード。背中に接続するためのピンが気になります。手に持たせた時にかっこ悪いので、ここはカットします。背中に装備するときはウェイブのポリキャップを使います。それと兜に干渉しないようにプラ板でアタッチメントも作っています。それからカードラスなどを見るとグレートソードの形状が少し違います。つばのところはランナーを使って簡単に形を作りました。つかのところは持たせられなくなりそうなので今回は諦めました。ネオガンダムの腕を回転できるように工作します。パーツのディテールを見て大丈夫そうなところでカットします。それぞれにポリキャップと真鍮線を仕込み、腕を回すことができるようになりました。次に合わせ目消しをします。パーツを合わせた時にできる線が合わせ目です。古い BB 戦士は基本的にモナカ構造なので合わせ目がたくさんできます。プラスチックを溶かす接着剤のタミヤセメントで接着。一つのパーツにしてしまいます。乾燥したら接着跡にヤスリをかけてきれいにします。肉抜き穴や工作したところをエポキシパテを使って整えます。エポキシパテは主材と硬化剤を混ぜて時間が経つと固まるパテです。硬化したらヤスリをかけて形を整えます。レイディフェンサーの裏面は大きな肉抜きになっていたのでプラ板で塞ぎました。ヤスリをかけて汚れてしまったパーツを超音波洗浄機で洗浄し、パーツが乾燥したら塗装に入ります。今回使用した塗料はこちら。基本はクレオスのラッカー塗料を使い、一部塗り分けにタミヤのエナメル塗料やラッカー塗料を使います。白の塗装です。キットの白は成型色がパールっぽかったり、シールでは鏡面のシルバーだったりするんですけど、カードダスのイラストなどを参考に普通の白で塗装をします。塗装をするたびに光沢クリアで塗膜を保護しておきます。後でマスキングテープを剥がした時に塗膜ごと剥がれてしまうのを防ぐためです。塗り分けるところをマスキングします。マスキングテープを細かくカットしながら色を残すところをマスキングしていきます。今回薄々感じてはいたんですけど、エルガイアよりも細かい赤いラインとかネオガンダムの色分けが大変です。良さそうかな。
金色のところはキャンディー塗装をします。黒で下地を作ってシルバーに塗装。その上にクリアイエローを重ねます。最近自分の中でハマっているんですよね、キャンディー塗装。ただ、マスキングは結構失敗しがちです。細かいところの金色はメタルイエローを使います。肩などの少し暗い赤はタミヤのラッカー塗料ダルレッド。クレオスのものと同じような使用感で塗装できます。そういえば今年動画をまだ2本しか上げていないことに気づきました。ずーっとプラモデルを作ってはいるんですけどね。次の動画はあまり間を空けずに上げたいな。どうかな。期待はしないでください。宝玉部分のクリアパーツはクリアカラーで塗装をします。最初塗装した時に流れてしまって均等に塗れなかったので後から塗り直しています。メッキパーツの宝玉をはめるところ、ラッカー薄メッキでクリアカラーを落とします。クリアパーツに塗った色がきれいに発色してほしいので。クリアパーツをはめてみました。すごい綺麗でテンションが上がります。説明書にあるネオガンダムのマント。ここは布製のマントにしたいのでフェルトを使用します。マスキングテープで型を取って切り取りました。これで OK。タミヤの墨入れ塗料で墨入れをします。バシャバシャ塗って、余計な塗料はエナメル溶剤で拭き取ります。エナメル溶剤ではラッカー塗料は溶けないので、墨入れのエナメル塗料だけを拭き取ることができます。モールドがくっきりしましたね。最後にツヤを整えて完成です。さあ、幸せの時間です。まずはライトタイプのネオガンダム。何気にボディの塗り分けが大変でした。鎧を装備すると見えなくなっちゃうんですけど。マントもいいですね。布製にして正解でした。鎧を装備して、ミステリーナイトネオガンダムです。いやー、かっこいいなー。塗装頑張った甲斐がありました。グレートソードもいい感じ。それではネオガンダムをエルガイアーに乗せます。たまんないですね。めちゃくちゃかっこいいんですけど、同時に可愛らしさもあってすごく好きです。ロットフールーレ、それからレイディフェンサー、これもかっこいい。エルガイアーの顔の白いラインなど印象的なところが色分けされて完成度が上がりました。エルガイアー自体はそこまで塗り分け箇所は多くないですが、すごく塗装が映えますね。手や足の工作もバランスを崩さずかっこよく飾れるようにできたと思います。
最後に僕が気になった SD ガンダム関連のことについてお話ししたいと思います。前回の動画から時間が経ったので、いろいろと新しい情報が出ています。まず予告されていた機甲神アルテイヤーの詳しい情報が公開されています。価格は税込みで11,000円で、発送は2025年の4月。ちゃんと小さなルナガンダムをついてきますよ。エルガイヤーと並べたり、ガンジェネシスと合体させたり、楽しみですね。クロスシルエットシリーズのマイティストライクフリーダムガンダムが9月21日に発売します。細かいギミックが充実していて、触っていて楽しそうなキットです。あと、刀いいですよね。でも映画見てないんだよな。MGSD ウィングガンダムゼロエンドレスワルツ版が発表されています。発売は2024年の11月。翼を広げた姿がめちゃくちゃかっこいいです。MGSD も3作目ですが、僕は一つも持っていません。新しいフォーマットのキット、とりあえず一つ組んでみたいですよね。ヒーローズシリーズの新作が発表されています。ナイト、ムシャと来て、今度はコマンド戦記系の展開ですね。それぞれ2025年3月発売。そして3体揃えることでさらなるギミックも。ということで何やら面白そうなギミックもありそうです。より詳しい情報が出るのが楽しみですね。過去に発売されていた BB 戦士がセットになって販売されます。元のキットからの変更点とかは特にないのかな？どれも良いキットですし、まとめて購入したい人にとっては良い機会ですね。ジャンボソフビフィギュア SD のダブルゼータニューサザビーが発表されています。このシリーズもだいぶ充実してきましたね。大きいデフォルメフィギュア、いいですよね。僕はホワイトベースが欲しいです。クロスシルエットのガンダムとか乗せて飾ったりしたいな。カードダスからは SD ガンダムガイデンネオ禁じられた魔法の第2弾呪われしガンドグラフが発表されています。水星の魔女をモチーフとしたシリーズですね。こちらはプレミアムバンダイで11月発送予定です。ガンプラをモチーフにしたテレビゲームガンダムブレイカー4が発売しています。オリジナルのガンプラを作って戦うことができるシリーズですが、今作では SD ガンダムも使うことができます。かなり自由にカスタマイズできるみたいで、X でガンダムと呼んでいいのかわからないような機体なんかもいろいろと見ることができて、それも楽しいです。あと新発売ではないですが、BB 戦士などいろいろと再販されています。僕もレジェンド BB の武者ガンダムとか BB 戦士のフルバーニアンとかいくつか購入しました。レジェンド BB のスペリオルドラゴンなんかも欲しかったんですけど、残念ながら手に入らなかったですね。それでは今回も動画を見ていただきありがとうございました。またお会いしましょう。こだまでした。